皆さんご機嫌いかがでしょうか。バドンカドンクのポッドキャスト。Oh, damn. That's a Badonkadonk. Oh, yeah. はい、始まりました。死にかけのおじいちゃんおったけど。ナイス。ナイス。よく当てました。いや、これクイズなんなんかそうなってきたな。いやいらん、そんなクイズいりませんよ。誰がバドンカドンクを見てるかのクイズ、これから。これだから今のはもう病床にいる死にかけのおじいちゃんがバドンカドンク見つけちゃったんや。Yes。なるほど。それの再現でした。Yes。多分ナースのバドンカドンクだった。あ、よかった。Yeah。よりいいと思うわ。Yeah。はい、ということで、今日はね、なんか今まで話してそうで話してなかったこと話したいなと思って。Damn、俺今頭がもういろんなイメージ出てきた。何のテーマ？ファッション。ファッション。そう。OK。なんかあんま話してこへんかったやん。だから服装とかってさ、まあうちらもさ、実はそのポッドキャスト、服変えてんねんな。いや、同じシャツなんか着たら、気まずいやん。わかる。なんかこいつちょっとクローゼット少ねえな。まあそんなめっちゃこだわりがあるわけじゃないけど、一応毎回服変えてたりする。正直前のエピソードを見て、そのシャツだけをちょっとチェックする。これ使ってないから。Yeah。そう。だからまあ、でもさ、そんな、なんか私いつも思ってんけどさ、what？ 君はサッカーのシャツばっかりじゃない？シャツって言わない。キット。何それ？フットボールキット。ジャージーズ。フットボールキット。言わないか。日本語はこれ何？ユニフォーム。ユニフォーム。わからん。じゃあわからん。私さ、T シャツって呼ぶんじゃねえよって言いたかっただけ。T シャツは呼んでない。Nah, this is a kit, jersey. ジャージ？ Okay, yeah, jersey or kit. なんかな、私が初めて会った時らへんもずっとこんなんばっか着てたやん。10年前とかでしょ？で、私な、ほんまにずっとな、めっちゃダサいと思っててん。What? いや、Excuse me? 違う、なんかさ、こういうシャツ着てるのって小学生とか中学生ぐらいの男の子までやってん。私の中で。Wow、そういう目で俺見てたの？最初。よく俺と組んだな。いや、それはまた別の話ですけど、okay。服装で選んでないんですけど。OK。俺、勇気の服装で選んだもん。ほな、間違ってるんちゃう？なんかいろいろ。最初、かっこいいノースフェイスのジャケットだったもん。着てたわ。マウンテンパーから。Yeah。いや、いいね、私の昔の服装は。Okay。違う、そのダニエルの服装をね、私は初めて会った時とか、ずっと見てきた時に、小学校3、4年生の服装やってからこいつダサいなと思っててん。うわ、なんかちょっとおこギャルおるやん。ちょっとおこちょっと古いギャルおるやん。じゃあでも逆に今これがおしゃれなんやっていうのがやっと分かって。OK。そういうおしゃれがあるんだっていうな。I see。ユニフォームを着る。Yeah。なんか俺もう子供の時からずっとサッカー大好きすぎて、本当オフでも好きなチームのやっぱプレゼントかこういうのもらったり、だから大好きなの。じゃあサッカージャージの仕事ちょうだい。急に売り込み出すやん。かサッカージャージちょうだい。いや、それもう物乞いやん。送って。普通にシャツくれ言うてるやん。着るから。いや、俺日本のサイズだったら XL、海外サイズは L。ちなみに。そんな違いがあるんかい。but なんかね、本当アメリカって、なんかそういう勇気のイメージは子供が着てるサッカージャージでしょ？そう、そのイメージやってん。Dude、アメリカはなんかよくサッカーしてないやつが着るの。なんかラッパーとかスケボー選手結構ブラジルのジャージが流行ったの。なんかスケボーしてるのにブラジルのサッカージャージ着たり。バスケのシャツのイメージある。俺？違う、そのラッパー。いや、それはもちろん。いや。けど、それサッカーのも着るんや。そう。へえ、知らんかった。で、なんか、なんだろうな。アメリカの中だと、サッカージャージ、これは多分
前はもっとだったけど最近アメリカもサッカー流行ってきたけど、前はちょっとカルチャーちょっと世界知ってるやつらはサッカージャージ着てたの。外の文化を知ってるよと。なんかちょっとシュールなジャージ着てたら like oh shit そこになんかよく気づいたなそのジャージ熱いってちょっとこいつセンスあるなみたいな。アメリカだったらさもう当たり前にそのバスケのジャージみんな知ってるやん、だから当たり前のあるあるだけだけど、なんかサッカーってちょっと外の世界のものだからあっちでもちょっとおしゃれはあった。おしゃれやったんやな。You know what I'm saying? 今はまあちょっと認めるけどちょっと子供やなと思ってて。うわでもさ今これはさダニエルの服装の話してるけどさ、国によってさ、国によってって言ったらいいけどちょっとファッションって悪くない？なんか例えば、日本人の服装、とアメリカ人、じゃあ女の子特に、日本人の女の子とアメリカ人の女の子全然違うと思うね服装。しかもこれな要はあんのが留学に行った日本人の女の子って服装めっちゃ変わって帰ってくんねん。50% ぐらい減ったでしょ着てるサイズとか露出な、まず袖はなくなって帰ってくるわ。でちょっとおへそも出したりちょっとな、ほんでジーパンデニムもなんかだんだん短くなってくる。You know what I'm saying? The Daisy Duke さお尻の一番お尻がスタートするところちょっと見えんもんな。出たよデイジーデュークスってな。 I love it Daisy Dukes 判決な下のお尻出てる。Yupそうまあそれは言い過ぎやけどでも普通にやっぱデニムにシャツだけになったりすんねん。すごいみんなシンプルになって帰ってくんねんけど、だから海外とか旅行行っても私日本人すぐ見つけれんねん何がそのサインなの？こいつ日本人だなってなんかさ日本人これ自分が言うたらいいねんけどさ服着すぎじゃないそのレイヤーが好きってこと？そう、なんか何枚着てねみたいなぐらい着るやん。俺日本人で一つ何個も嫌なやつあるけど、ファッションでも一つ、ちょっと待って気になるすごいお前今毒出したぞ一つなんか襟でボタンのシャツあるやん。あるスーツじゃないボタンだけどスーツじゃないボタンで、あるその下のアンダーシャツがなんか別の普通のシャツの時、俺それもイライラしすぎる。シャツの中にシャツ着てるってこと？そうでもその普通は外に着るシャツそのアンダーシャツ用のアンダーシャツじゃなくても普通のでちょっとなんか見えるその後ろとかデザインが芸人が多いかも。芸人ほんとスタイルなさすぎて服のちょっとやばいなんかダサいファッション的にダサいやつがもう山ほどもうほぼ無頓着な人が多いのよ。無頓着気にしない。OK、結構そのファッションに気にしない。逆に言うとめっちゃすごいおしゃれな人もおるけどな。いやいるよ。But それが面白いのが気にしないって言うんだけどさ、日本のお笑いってその衣装持ってくんのが、俺最初どういうことってなってたもん。あんねんな。そう日本のその漫才師とか特にな決まった衣装があるのよ、出ていくときに、俺最初俺たちちょっとそこぶつかったの覚えてる？覚えてない。俺そのまま着てる服をそのまま漫才やりたかったの。なんでネタ見せで俺着替えないとダメなんだよ。なんか意味わかんなくて。そう確かに。でも私はどっちかっていうと衣装あるのが好き派やっていまだにな。でも変わったの俺、ちょっとその9年ぐらいやっててからそのスイッチもなんか分かった。分かるやろ。だから I understand。 私服でさフィールド出えへんやろ。それ、いや漫才師のその衣装はユニフォームなのよ。I understand。でも最近なんか漫才ちょっと2人ちょびっと休んでから確かにね。俺英語でスタンダップコメディめっちゃやってんの今。渋谷のとこな。もう日本慣れすぎたから、俺出る前に当たり前に飲まないし、ちょっとなんか隠れてトイレ行ってシャツ着替えるもん。なんかフレッシュな。確かに今から俺はスタンダップコメディをするぞっていう。そうだからなんか俺めっちゃ日本人っぽくなったなってだけどこの前、ちゃんとそのまま着てる服で行って、みんな出る前に出る人たちを集めてみんなショットいっぱい飲んでステージ出たから戻った。
これすごいよなほんまな。Yeah. 向こうは普通にお酒ありでやるもんな。Yeah. で着てるそのままのファッション着た服で出るから。衣装ないん向こうは。ない。全く。Yeah. 例えばこの人はちゃんとした人でスーツで見せたい人はいる。はい。スーツ特定じゃないねんな。Yeah. スーツっていうジャンルでいっぱい持ってるっていうね。多分日本ってさその漫才の時のなんかの時のコメディアンだけど、この服イコール俺の、like、キャラ、だけどアメリカってこの人の日常の普通のやつがスタンダップのコメディアンだから。だから私服の方が、キャラって言ったら変やけどその人のそれで出るってことか。そう日本人無理しすぎてるそんなこと言ったんだよおい一生懸命どうやったらおもろになるか考えて頑張ってんねん。いやせやでそういうファッションな。いや俺日本の一番大好きなファッション言っていい？大好きなファッション教えて。歌舞伎町にいっぱい見れる道路でホストの男の子たちがのファッション一番好き。それファッションなん髪型なんどれ全部存在そのやつ大好き。まず、靴からスタートしたら、絶対あいつら靴紐結べないと思うの。ドレスシューズ絶対バックルなの。バックルスタイルなんかパチってやつ。Oh shit ホストが怒ってるよこれお決まりやんバックル like buckle shoes。 バックルってなんかベルトあるやん。そういうのが靴に乗ってんねん。金色とかのなローマンみたいな、で靴の先っちょがもうペロンとなんか上にちょっと尖ってんねん。大体尖ってる。Yo those fucking その靴も誰が作ったか、もうなんか多分一回イタリア人でちょっと流行ったかわかんないけど、あれマジ、like、ダサすぎてやっぱダサいって思うんや。Dude もう笑っちゃうもんで、まあ普通のスーツパンツで、このなんか襟がでかすぎんのいつも。それは襟がこう前に出てるからじゃなくて。いや、I don't know。なんか襟がどこでそんなでかい襟のシャツ見つけれるのどこでショッピングしてるか知りたいし、で、ここがボタン低く開いてんの。なんか別にジム行ってなんかいい胸あったらわかるけど、ひょろひょろのやつがここ開けて、色白でな。で、ジーザスチェーンの、クロスのネックレス着てる。また揉めるやつやいろいろ。で髪型がそのファイナルファンタジーのやつらのヘアスタイル。クラウドやったっけみたいなやつな。I'm just like, yo これ何 Like what are you? でこれが日本の女性が好きなんだろ。いや違うねん。あれ自分のために絶対やってねえよ。やめてくれ。女の子のためにその服着てるよ絶対ファッションは。でもほんまなんであれ流行ったっていうか私も分からへん。何あれ。いや俺が日本人に聞いてんのあれ何？分からへん。誰か歌舞伎町のホストで今俺が説明したファッション着てる人おったらちょっとディフェンスしてもう守って。これが理由でやってんだ。そうこの良さを教えてほしいコメントで。確かに私も知りたいわ。ちょっとねあっちもなんか俺悪口言ってるからそのディフェンスも欲しい。ちゃんと理論でね。いや最近でもさちょっと変わってきてない？車走ってるやんトラック。like vanilla バニラ高収入じゃないのよ。外国人が日本に来て一番最初に覚えるそれだけしか覚えられない。その日本語だけ残んねアメリカ帰った後。やめてよ、そんな文化持ち帰るな。いやなんかだからこれね日本に来たことある外国人、しかもここ 1,2 年では分かると思うね。最近ホストのトラック通んねんな。で、そのビートとか出してバニラなんかその英語大好き。Oh my god 俺何一つ一番笑っちゃったのがNumber one dandy player ってなんかランキングがあって Number one dandy player like what the fuck Number one dandy player ってどういう意味？ホストのなキャッチフレーズみたいな。 Dude I'm like what is a dandy player？ 知らん英語やん教えて。いやだからなんか英語なのにわかんねえ。What the fuck is a dandy player？ だからさこういう手をね目元にこう掲げてYeah
難しいこれ説明するの。いやそのファッションとその世界のキャラ大好き。いや来てみてほしいなぜな。でその店のなんかランキング Yo man that is so good so Japanese その海外の頭から見たら Yo that is so Japanese ちょっとファッションから話それちゃうけどさ、ホストってあるんアメリカ。 No チップンデールしかない。チップ&デール？チップンデールズもうマッチョの男が裸になって女の子のために踊るやつ。それチップ&デールっていうの？ That's a chip, yeah ラスベガスにおるチップンデールズ。ディズニーランドにおんでそんな可愛いやつじゃないおちんちんが顔にこのぐらい近く来て踊ってくんの。ストリップ？ストリップ、でなんか消防車のなんか格好してなんかそういう、you know what I'm saying ちょっとそういう演技で。いや、俺たちね、アメリカ人ってその話でお金取るのはない。それはコメディアンだから。プロだけってこと。そうやな、だってキャバクラもないんやろ？そう、その真ん中の日本の変なエンタ系のお金の慰める、これがわかんない。今の言葉いいよ。慰める。ちょっとなんか日本人切られた気がしたよ今。いや、なんか慰めるね。傷んでる人しか行かないじゃんそこって。もう本質やと思うわそれ。でその一つのだからまあそういうめちゃくちゃエロいのあるやん。まあ風俗な。でその下のこれが俺マジわかんないの今でも。風俗はあんの？街によって OK。それはお店であんの？それかちょっとその外に立ってる方々。これは like it's who you know なんか誰を知ってるなんかやっぱダメだからラスベガスは OK とか。なるほどね。でも俺のフィニックスはちょっとその道路で歩いてる子多分やってんなみたいな。ちゃんと店じゃないな。一応それを取り仕切ってる人はいるけど。いや。っていうな。いやでも捕まったらアウト。警察に。まあそれはそうか。ダメ。回春というかなんかそういうことやんな。いや、風俗にはないな。俺たちの多分そのホストとかキャバクラのやつはストリップクラブ。俺たちはどう慰めてほしいのはもうお尻をもうバドンカドンクもここに行って脱いで踊ってくれればええと。でビルの話したくねえんだよ。マジで単純な国やな。Dude。シンプル。Respect。まあだから確かにな。わからん。何を日本人はだからさ埋めてほしいのは性欲じゃなくて心なんやな。いや、これ別の問題のなんかありそうだな。これがこんだけビジネスになってるってことは、なんか心が日本人なんかやられてると思う。コミュニケーションやと思うねん。そのなんかさ違うやん。アメリカ人のコミュニケーション、アメリカ人というかと日本人のコミュニケーションってさ、なんかちゃうやん。そこがそのまんま出てると思う。でそれも多分もう一回ファッションだけどありがとうね。ありがとうね。それも敬語とか日本の当たり前の上下の後輩の理由でスタートと思う。ちょびっとその当たり前のコミュニケーションな。それがあるからこう話せないじゃん日本人って。いつもこう話したいじゃん日本人って。上下が必ずあるよな。そこでこれなんでやろ。俺ってアメリカ何も関係なくみんなこう話すから対等。確かに対等ってさ、それがあるからこの真ん中のゾーンのエンター系のその慰めの話のところがあると思うね。日常でこれできないから俺たち日常でこれもうやってっから。3 questions 今聞いてる人は今勇気入って手あげたんだけど3フィンガーで入って今気づいてくれないから3にしてなんかドイツでなんか勉強したやつのなんかビルの頼み方に見えた。何それ知らんねんけど手あげたらあかんからかと思った。もう言いたいこと忘れたやん。ババア3のせいで。ちょっと待って、何の話してた？何だったっけ？やっぱアホばっかババアと指示。いやその話のそのミドルゾーンがあるから、
そうそう、だから分かった分かった、金払うことによって対等になれるんや。対等 what's yeah same level そうそうそう、 Okay. 金を払うことで初めてその上下がなくなるってこと right いや待ってでも逆や、上や。そう金払ってるから上や。上でしょ。それ味わいたいのかな。いやこれちょっとさ、専門家おらん？私マジで話聞きたい。これメンタルとか多分もう意外とものすごく深い話と思うこれ。今回のトークテーマ何？ファッションファッション